こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、アイです。今回もプレイナードライバー搭載モデルなんですが、今回で3モデル目となるので、レベルの高さにちょっと慣れてきちゃったみたいで、音質の良さにあまり驚かなくなっています。慣れって怖いよね。さて今回は TRA のキリンを見ていきます。前回はビッグパンダ、今回はキリンですか。動物シリーズですね。このキリンはパッケージにもちょこっと見えるけど、中国神話に現れる伝説上の動物、随獣の一種らしいね。じゃあ TRA のキリンの命名はイヤホン界の神を狙ってるんですかね。かもしれないね。プレイナードライバーの特徴は上に記載の通りで、イヤホン好きなら1本は手にしてほしいなと思う。鳴らしづらさという点ではこちらもそれなりにボリュームを上げる必要はあり、先日レビューしたレッドシュアー S12 やティンハイハイ T1MAX と同じぐらいだった。まず気になる価格だけど、だいたい16,000から18,000円ぐらい。プレイナードライバー搭載モデルとしては低めの設定と言えるかな。アイにとっては。はいはい、わかったわかった。お高いね。でも付属品を見ていくとなかなかのもんだよ。そうなんですか。交換可能なチューニングノズル付きで3つのチューニングが楽しめる。へえ。それから交換可能なオーディオコネクターね。2.5、3.5、4.4 ミリジャックを交換できるので、オプションでケーブルを買い足さなくてもバランス接続でも聞ける。ほう。なんかリアクション薄いね。今一つその恩恵がよくわからないんで。オーディオコネクターは一般的にはケーブルごと売られてるし、イヤホン購入時にジャックの口径を選ぶようにしていることが多いんで、例えば 3.5 ミリで決めちゃったら他の口径のは別に買わなきゃいけないわけよ。私は過去にバランス接続で聞くのに 4.4 ミリのケーブル買ったから、まあそれが普通といえば普通なんだけど、チューニングノズルの交換で主に 500Hz 以上の音質調整が可能。ただ物理的なフィルターだから根本的なキャラクターは変わらないけどね。それでも変化がわかるから付け替えて楽しんでるうちに自分の好みもわかる。この2つの付属アイテムはレッドシュアー S12 にもティンハイハイ P1MAX にもなかったので、キリンの特徴と言えるし経済的とも言えるよね。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。でも可動部が多いと耐久性は大丈夫なんですかね。そこはちょっと不利かもしれない。しばらく使ってみないとなんともね。じゃあ若干不利な面もあるということにしておきましょう。サイズ、重さはこんな感じです。マグネシウム合金のボディはちょっと重め。大きさも最近レビューした他のプレイナードライバー搭載モデルと比較するとちょっとの差ですけど大きめですね。ただ全体的に丸みを帯びているので装着感はいいです。アイの小さめな耳でもしっかり収まります。エアフローコントロールはキリン独自のもので、このベントでチャンバー内の圧力を均等化しているそうで、聞いてみると確かに心地よく、若干セミオープン風な感じも。キリンのプレイナードライバーは 14.5 ミリ、ティンハイハイ P1MAX が 14.2 ミリ、レッドシュアー S12 が 14.8 ミリで、キリンのドライバーは中間の大きさだけど、どのメーカーも小型化している一方で、大きさを競っているかのようだね。今回は3つのチューニングノズルの比較をするつもりだったんですが、荷物輸送中にハイファイゴーさんから連絡があって TRN がフィルターはめ込むの忘れたそうです。到着後に早速見てみると、あららマジかというわけで、標準以外のノズルは側だけあってフィルターがついていない残念な感じ。後日送ってくれるそうですが、ちょっといつになるかわからないので標準フィルターのみで収録しました。比較モデルはレッドショアー S12 とティンハイハイ P1MAX です。音質はすでに公開していますが、収録曲の違いや P1MAX は装着イヤピも変更しているので少し違ったニュアンスになると思います。なお比較動画ではレビューのメインとなるモデルの音質の再現率を最優先しているので、比較モデルの音質はキリンをベースにした調整をして特製の差分増分を決めていますのでご了承ください。ではどうぞ。音量上がります。
3モデルの比較、波形は結構違ったと思うんですが、キリンと S12 の区別がつきにくかったかもしれません。どんな特性のイヤホン、ヘッドフォン、スピーカーでプレイバックするかでかなり聞こえ方は違うだろうけど、できるだけ自然に聞こえるように調整しているので、何度か聞いていると違う点が少しずつはっきりしてくるかと。編集していて気づいたのは、プレイナードライバーモデルって意外と特性に左右されず、どの帯域もしっかり聞こえて、キリンのように2キロ付近が強めに出ていても特徴として感じにくい気がしたね。チューニングノズルの違いは先ほどお話しした理由で今回は比較できなかったけど、販売ページの波形を見る限り2キロ、5キロ付近の変化も出ているので、明るさの質感変化が期待できそう。イヤピは事前にこの比較をして青の波形のウィーザー ET100 にしてみた。3モデルに3種のイヤピを装着して動画で変化がわかるようにしてみたんだけどどうかな。なかなか面白いですね。で、どの辺を見て決めたんですか？青のキリンの6キロ付近の減衰が一番少ないこと、8キロ付近の差が他にモデルに対し一番少ないもので、それがウィーザー ET100 だったのね。チューニングノズルでの音質変化にも期待できるけど、イヤピでも広域がこれだけ変化するので少しでも参考になればと。ご覧の通り、キリンは 2kHz 付近中心のピークが結構大きいタイプ。低域が強調されているわけでもなく、中広域を軸に広域の音質を作っていて、バランスは中広域中心のやや広域寄りといった感じ。でも、プレイナードライバーの特徴なのか、2kHz 付近がこのぐらい出ていても、最初はあまり気にならなくて、測定後、他モデルと聞き比べてみて、ここの違いが大きいことに気づいた感じ。キリンは中低域から中域が豊かな P1MAX に比べ軽く明るめ、パワフルで少し重たい感じの S12 より軽めな質感。ということで、3モデルの中では一番軽めで S12 に似た感じなのは音質比較動画でもお分かりいただけたかと。エアフローコントロールの効果なのか、閉塞感、飽和感はなく、聞き心地はいいけど、サウンドステージに関しては奥行きはあまり感じず、やや平面的。分離はバックパートが何やってるかすごく聞き取りやすい S12 とはちょっと違って、キリンの分離感はダイナミックドライバーモデルの延長線上な感じ。音数が少なくても多くても楽器一つ一つがよく聞こえてくる S12 が個人的には好みだけど、これは音楽制作目線での聞き方かなとも思うので、優劣とは別の話でキリンの分離感の方が好きな人も多いのではないかと。好き嫌いが分かれるとすれば、やはりこのポイントかなと。耳障りまでいかないけど、試しに EQ で少し落とした場合と聞き比べると、落とした時の方が疲れにくい。ボーカルとサックスのメロディーラインで確認してみたけど、この程度の落とし方では大きく引っ込むわけではないし、よく聞かないとわからないぐらいの調整だけど、1分ごとぐらいのスパンで切り替えてみると、好みの問題だけど、補正後の方が強めの主張の角が取れ、全体のバランスは整う気がする。そうですね。愛も補正後の方がいいかな。2キロ付近が強調されたモデルは苦手というコメントもそれなりにあったので、気になる人は過去動画の波形を参考にして自分の好きな音質の傾向を確認してみるのもいいかもしれません。さらに8キロ付近をちょっと足して低域もちょっと足していくと、ジャックさん、なんかだんだん S12 に近づいていってる気がするんですけど。ってことは補正を考えなかった S12 がやっぱり好みのバランスだってことだわ。それとチューニングノズルの比較波形を見ると、自分は白の波形に近づけていってるようなので、チューニングノズルで調整可能っぽいね。早く送ってくれないかな。TRA のキリンは今回の3モデルの中では音質調整の幅が広く、オーディオコネクタの交換もできるので S12 と価格が同じぐらいだとしてもお得感はありますよね。極端なチューニングってわけでもなく、一聴した印象は特に不満もなかったです。プレイナードライバー搭載ということでシビアに聞いてみて、いくつかこうだったらいいなという点はありましたが、トータルで考えるとキリンは買えないモデルだと思いますね。どれか一つを選ぶなら私は S12 ですけど、 P1MAX の方が合う曲もあったし、キリンの音質調整後の質感は結構魅力でした。愛はキリン、気に入りましたよ。まだ迷ってますけど、ジャックさんが S12 なら愛はキリンっていう選択も。聞き込んでいくとキリンいいよね。はい。やはりプレイナードライバーは出音の基本レベルが高いなぁと思いましたし、今後他メーカーもプレイナードライバー搭載モデルを投入してくるでしょうから、さらに価格が下がって買いやすくなるかも。今年 TRN-MT1 Pro や PA1MAX、 そしてこのキリンを聞いてみて、いろいろな価格帯で記憶に残るモデルを投入してきている TRN の印象が個人的に良くなってきています。この先中華イヤホンメーカーの勢力図が変わっていくこともあるかもしれませんね。ということで 14.5mm プレイナードライバー搭載モデル TRN キリンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。